不合格の人はどこですか？いました。はいどうぞ。はいどうぞ。はいどうぞ。これくれるんですか？本屋さん Amazon で発売中。皆さんこんにちは。日本語の森のゆかです。あなたの作文チェックします。今日から新しいシリーズ始めていきたいと思います。もうタイトルのままですね。皆さんが書いた作文を私がチェックします。皆さんから毎日メッセージとか動画のコメントたくさん届いています。その中ですごく多いのが、先生この言葉の使い方正しいですかとか、この表現自然ですかっていう相談がすごく多いんですよ。で、私も外国語を勉強していた時に、例えば新しい文法を勉強しました。新しい単語を勉強しました。意味はわかる。使い方はわかる。でも文章を書いた時にその文章が正しいかどうか、自然な表現かどうか不安ですよね。皆さんもそうだと思います。なのでこの企画いいんじゃないかな、勉強になるんじゃないかなと思って考えました。で、今回は日本の好きなところを100文字で書いてくださいとインスタグラムで募集をしました。そしたら結構たくさん作文が届きました。皆さんありがとうございます。今日はその中で一つ作文を選んで皆さんと一緒にどういうところを直せばもっと自然な表現になるのか勉強していきたいと思います。今日はね、オーストラリアのダニエルさんの作文みんなで見ていきたいと思います。ダニエルさん見てますか？ありがとうございます。じゃあまずダニエルさんの作文読んでみますね。はい、日本の好きなところです。日本の好きなところは発売限定の食べ物とグッズ。行くたびに新しいもの見つけて楽しい。今までの好きなのはブラックサンダーのチョコミントアイスだった。来週また日本に行くので今回の新しいグッズもう想像してて楽しみ。毎回新しい何かさえ食べれば嬉しい。いいですね。ありがとうございます。この文章を読んだら 100% 何が言いたいかはっきりわかります。どの日本人が読んでもはっきりわかると思います。ただ、もう少しここを直した方が自然な文章になるという部分があるので、そこを一緒に勉強していきたいと思います。じゃあ、一個ずつ見ていきますね。まず最初。日本の好きなところは発売限定の食べ物とグッズです。この発売限定って書いてるんですけど、これは反対の方がいいですね。限定発売という言葉があります。これはその場所にしか売ってないとか、その時にしか売っていない、どこにでもあるものではないという意味ですね。発売限定は限定発売と言いたいと思います。そして日本の好きなところはと言っています。何々なところはと文章が始まったら、後ろも何々なところですとか、ところだと文章が終わった方がいいです。だから、日本の好きなところは限定発売の食べ物とグッズがあるところとか、が売ってるところとかね、売っているところみたいに、最後は何々なところで文章が終わるようにした方が綺麗です。日本の好きなところは限定発売の食べ物とグッズがあるところ。これがいいと思います。いいですね。次行きましょう。行くたびに新しいもの見つけて楽しい。いいですね。これはどこへ行くたびにかはっきり書いた方がいいですね。ここに日本って入れたらもっといいですね。日本へ行くたびに新しいものをですね。助詞が入った方が綺麗です。日本へ行くたびに新しいものを見つけて楽しいなんですけど、楽しいがここにあるので、前はもうちょっと理由っぽい言い方の方が自然だと思います。例えば、行くたびに新しいものを見つけることが
できるので楽しいとかね、こういう言い方の方がもうちょっと自然だと思います。じゃあ次行きましょう。今までの好きなのはブラックサンダーのチョコミントアイスだった。はい。今までの好きなのはと言っているんですけど、これは今まで食べたものの中で好きだったものという意味ですよね。今までの好きなのはと言ったら、今までの何の好きなものなのかはっきりわかりません。ここでは食べ物の話をしているので、今まで食べたものの中で、こういう言い方がいいと思います。好きなのはじゃなくて、好きだったのはがいいです。後ろがだったなので、ここ過去で合わせた方が綺麗ですね。今まで食べたものの中で好きだったのはブラックサンダーのチョコミントアイスだった。ここは動詞が入った方がいいです。今まで見たものの中で一番好きだったのはとか、今まで聞いたものの中で好きだったのは、こういう言い方がいいですね。そしてブラックサンダーのチョコミントアイス。皆さん知ってますか？ブラックサンダーって日本ですごく有名なチョコレートなんですけど、それのアイスクリームがあって、しかもそのチョコミント味っていうのが多分限定発売ですね。いつも売っているわけじゃなくて、決まった時にしか売っていないアイスです。私も食べたことないです。美味しそうですね。こんな風に1個だけ商品を言ってるので、今まで食べたものの中で1番とか言うともっと自然です。今まで食べたものの中で一番好きだったのはブラックサンダーのチョコミントアイスだった。これだとすごく自然ですね。はい、じゃあ次行きましょう。来週また日本に行くので、今回の新しいグッズもう想像してて楽しみ。また日本に行きますね。来週また日本に行くので、これは OK ですね。行くので、今回の新しいグッズもう想像してて楽しみ。この今回のっていうのは、今回自分が日本に行って見つけることができるグッズのことですよね。でも急に今回のって入ると、なんか会社が出した新しい商品とか、今回出した商品みたいに聞こえるので、別になくてもいいと思います。なくてもダニエルさんが日本に次行った時に見つけたグッズだっていうのがわかるので、ここは消してもいいですね。来週また日本に行くので、新しいグッズを今想像して楽しい気持ちになっているんですね。このままでもすごく気持ちが伝わるんですけど、もう少し自然にするんだったら、新しいグッズを想像してるんですね、今。どんな新しいものがあるだろうと、今想像してますね。新しいグッズを想像して、楽しみよりも、よく言うのが、ワクワクしています。してるがいいかな。新しいグッズを想像してワクワクしてる。この方が言いたい気持ちがはっきり伝わります。想像して楽しみでも大丈夫です。でも想像してって言ったら、今楽しい気持ちですとか、ワクワクするっていう言葉が本当にぴったりですね。じゃあ最後。毎回新しい何かさえ食べれば嬉しい。いいですね。これももうちょっと変えてみましょう。このさえっていうのはちょっと硬い表現なので、このダニエルさんの文章の書き方にはちょっとだけ合ってない感じがします。変えるんだったらだけという言葉を使いたいですね。毎回新しい何か。この言い方もちょっと硬い感じです。だから毎回新しい何かじゃなくて食べるなので食べ物とかがいいかな。食べればなので、毎回新しい食べ物を食べることができれば、この方がはっきりわかります。毎回新しい食べ物を食べることができればだけ入れたいので、それだけで嬉しい。これ作文っぽいですね。
こういう書き方すごく自然だと思います。はい、じゃあ上からもう一回見てみましょうか。はい、日本の好きなところ、ダニエルさんです。日本の好きなところは限定発売の食べ物とグッズがあるところ。日本へ行くたびに新しいものを見つけることができるので楽しい。今まで食べたものの中で一番好きだったのはブラックサンダーのチョコミントアイスだった。いいですね。来週また日本に行くので新しいグッズを想像してワクワクしている。毎回新しい食べ物を食べることができればそれだけで嬉しい。はーい、いいですね。ダニエルさんの元々の文章もすごく良かったんですけど、少し変えるだけでもう少し自然な表現になったと思います。皆さんどうでしたか？この勉強方法、皆さんの役に立って面白いということだったら、これからも少しずつ続けていこうと思います。ぜひ動画の感想、コメントお待ちしてます。ではまた次の動画でお会いしましょう。ダニエルさんも本当にありがとうございました。またね、日本来てね。